前回ゴーレムトラップは作ったんで鉄は無限になったんですけども、ここ見ていただければ分かる通り蜂蜜ブロックがねあまりないんですよ。で今後蜂蜜ブロックたくさん使う機会が出てくるので、今回は1万9000匹の蜂を使った蜂蜜製造機作っていきたいと思います。一応村のところに蜂今このくらいいるんですけど、これだと今圧倒的に足りません。で蜂は花をこうあげれば繁殖するんですけども、花もね大量に必要なんですよ。前回のゴーレムトラップでポピーは手に入るんですよね。ただ回収はできないようになっていて燃やすようにしちゃってます。なのでここのストレージちょっとポピー用に改造したいと思います。仕分け機セットしなきゃいけないので一旦ゴーレムトラップ動かします。例えば前回音聞かせてなかったと思うんですけども、このくらい音が鳴ってます。かなり音絞ってるんですけど、それでもめちゃくちゃうるさいです。鶏が。はい、これで仕分け機のセット終わったんで、あとは長時間放置してポピーが溜まるのを待ちます。前回ゴーレムトラップ作ってからあんまり時間経ってないんですけど、もう鉄ブロックが4ラージチェスト分あります。鉄印ごとに換算すると340万くらいですね。しばらくこれいらないんじゃないですかね、鉄印ごと。でですね、あとゴーレムトラップが1回壊れちゃったんですよ。ゴーレムトラップ動かしてるのに MSPT が20前後と圧倒的に低かったんですよ。本来であれば40くらいいってなきゃいけないんで、これはどこか壊れてるんじゃないかなということで現世の方行ってみました。そしたらゾンビがねガラスの中に埋まっちゃってたんですよ。おそらくピストンがね連続で動作したことによりガラスの中に入っちゃったといった感じです。で最初は水で上に上げようと思ったんですけど、どうやら水じゃ上がらないみたいですね。なので高い位置から釣り竿で無理やり引き上げるっていう感じにしました。これ1体2体だったらね簡単なんですけど、ほぼ全部の村人ゾンビがガラスに埋まっちゃってたんですよ。なので時間かかりましたね。たまに脱走してるやつもいて、そういうゾンビはいなくなっちゃいましたね。で装置が完全に治って起動したら MSPT40 前後とちゃんとした数値出てくれました。ポピー集めてる間に養蜂箱を集めたいと思うんですが、養蜂箱も6300個必要なんですよ。つまりハニカムに換算すると1万9000個。今の状況じゃ圧倒的に足りないですね。でここには蜂蜜製造機小さいものあるんですけども、これではハニカムを収穫できないんですよ。なので隣にもう1個を作ります。ハニカム製造機作るのにも蜂は必要なんで、結局はね蜂400匹ほど集めないといけません。なので一時的にこの蜂蜜製造機の養蜂箱回収して、これを元に増やしていきます。ハニカム製造機の材料と蜂も集まったので作っていきます。最後に蜂を塞いでいたブロック壊して解放していきます。これで完成ですね。1時間に5000個のハニカムが手に入るんで、4時間くらい経てば必要数集まります。でこのハニカム製造機作ってる間にエンド側ではエンドの解体が行われていました。気づいたらこういうことが行われているので、このサーバーは本当に恐ろしいです。フライングマシンを使って一気に壊していきます。これでエンド全部消えましたね。エンド本島がなくなったからといって何かするわけではないんですけども、やっぱね見栄えはいいですよね。本当にエンドストーン一つすら残ってないです。なんか向こうに蜂いますね。でハニカムも必要量集まったので、今度は1万9000匹の蜂を確保していきます。さすがにこの生活サバでたくさん蜂増やすとサーバー負荷がとんでもないことになってしまうので、一旦資源サバで増やします。資源サバの適当なところに大きめのガラスの部屋を作ります。はい、これで完成ですね。そしたら先に養蜂箱を4種類か弱分作んないといけないんですよ。ある程度作ったら木材がなくなっちゃいました。今ね木材不足もあって、今度あたりに原木製造機とか作らないといけないですね。ある程度の養蜂箱は手に入ったんで、とりあえずはこの状態で増やしていきます。で今いる蜂を全部解放して花あげて増やしていきます。しばらく時間経って1000匹ぐらいまで増えましたね。ここまで増やしたこと今までないんですけど、結構絵面はすごいことになってます。この状態で蜂を殴ったらどうなるのか興味本位で試してみたんですけど、こんな感じでとんでもないことになってました。すごいなこれは。おーよ
して、これだけ鉢がいるとこの部屋の広さでも結構いっぱいになっちゃうんですよ。このガラス部屋の中に養蜂箱を置くことができないので鉢の回収ができません。なので壁に全部ドアを置いて、その外側から養蜂箱で回収するようにしました。ただですね、最初置く向き間違えちゃって朝になった時に全部出てきちゃったんですよ。なので本来はこの向きで置かないといけません。とりあえずあの後数時間鉢繁殖したんですが、まだまだ時間がかかりそうだったので、一旦気分転換で製氷機作りたいと思います。氷は持ち運べる水バケツみたいなもんなんで結構使えますし、装置とか作った時にだいたいアイテムの運搬に水流を使うんですよ。その水流には製氷を使うので、この氷製造機は結構重宝します。昔作った製氷機と全く効率同じなんですけども、こちらの方が何倍も資源コストが削減されてて結構早く完成しました。これで氷はもう無限ですね。フライングマシーンで氷を運ぶタイプで結構見てて面白いですね。ただこの製氷機のストレージラージチェスト1個分しかありません。じゃあ引き続き鉢集めていきます。これで19000匹の蜂集まりました。ここからですね、全ての養蜂箱に蜂が入っているかを確認します。そしてついでに蜂蜜のレベルが5のやつは装置では使えないので、一旦ガラス瓶で回収する必要があります。そして確認作業も終わって、養蜂箱をラージチェスト4個分と少し手に入りました。この次は蜂蜜製造機の材料を集めるんですけども、この蜂を増殖している間にカイロサーバーの方のエンドも開拓されていました。先ほどエンドが消えたのは生活用サーバーの方のエンドです。カイロ用サーバーのエンドはだいぶ前にもう開放していて、エンダードラゴンはエンドゲートウェイ全部出すために20回分討伐したんですけども、途中からですね RTA 並みの速さでもう空中で一瞬でエンダードラゴンが倒されていました。エンドクリスタルもエンドラが召喚されてから10秒くらいで全部破壊されて、エンドラもその後数十秒で倒されるっていうのを繰り返して一瞬で20体倒し終えましたね。でドラゴンブレスもせっかくなんでシュルカーボックス20個分くらい集めました。これでしばらくは大丈夫ですね。そしてそんな感じでエンダードラゴン全部倒してエンドゲートウェイも全て出したこのカイロ用サーバーのエンドなんですけども、気づいたら半壊してました。いや恐ろしいですね。そしてですね、さらに黒曜石製造機も作るという話になって、私の以前のワールドにもあった黒曜石製造機をこちらでも作ることになりました。これで完成ですね。そして最後にウィザーを召喚しなければいけません。このウィザーの召喚はデッド・オブ・ゴールドことシャコさんがやってくれたんですけども、まあ一筋縄ではいかずにですね、何回かウィザーが脱走してバックアップから読み直していました。バックアップから戻すたびに、ウィザーを召喚するってことで、最後の方はトラウマになっていましたね。最後はですね、無事完成しました。これで黒曜石には困らないんで、これはずっと使えるものだと思います。裏ではそんなこともありましたが、蜂蜜製造機の材料を集めていきます。材料リストはこんな感じで、トータルブロック数が14万、結構ありますね。メインとしては建材のクォーツブロック2万2000、あとはですね、結構回路系のホッパーとかコンパレーター、オブザーバー、ディスペンサーなど材料重めなやつが結構必要です。ホッパー2万っていうのは鉄印ごとに換算すると10万なんで、ゴーレムトラップ作ってて本当に良かったですね。石宿の交易所でクォーツブロックが交換できるので、ここで交換していきます。60人いるのである程度時間かければ交易できます。で昼間は村人交易しつつ、夜になったらその他の資材を集めていきます。クォーツもね、コンパレータとオブザーバーに使うんで2万近く必要なんですよ。なんで今回在庫が全部なくなって少し集めてもらいました。あとはピストンを作ったりしてたんですけども、なんと石がないんですよね。丸石製造機使っても全然足りなくて、まさか丸石部族になるとは思ってもみませんでしたね。でその後も昼間は交易、夜はその他回路系のブロックを作るっていうのを繰り返していました。そしてですね、この材料リストには載ってないんですけども、ガラス瓶が25万近くいります。ガラス瓶で蜂蜜を回収するためですね。なのでガラスを取引できる用の専用の取引所が作成されていました。こ
れで完成ですね。村人を中に敷き詰めて他の取引所と同じ感じにします。これがその取引所なんですけども、中には司書さんが80人います。なのでここでねガラスを取引できるといった感じです。でこの取引をカスさんがずっとやってくれていて、ガラス目標数の25万近くを集めてくれました。そしてですね、そのガラスを全部ガラス瓶に変換していきます。適当に9箱置いて全部ガラスを外に出してから一気にガラス瓶作るっていうのを繰り返していました。これである程度装置の材料集まったんですけど、実はねこの装置外装があるんですよ。外装に必要な材料はこんな感じで、トータルブロック数が10万8000、装置本体と合わせると25万ですね。比較的にどのブロックも簡単には集まるんですけども、この樹皮を剥いだ原木、これらがねまあ大変なわけですよ。斧を使って原木を剥がないといけないわけですよ。なのでその作業もやってました。最初はねこんな感じで一気に置いて順番に剥いでから壊すっていうのをやってたんですけど、途中からですねこうも動かずにこうやって置いた瞬間に壊すっていうのをやった方が早いってことに気づきました。その他にもグローベリーを手に入れたり花を回収したりと細かい材料を集めて全ての材料が整いました。ではいよいよ作っていきます。作る場所は回路用サーバーのエンドですね。先ほど黒曜石製造機作った場所になります。ですがこのエンド入ったらなんと黒曜石製造機が壊れていました。一度バックアップから読み直していろいろ試行錯誤したんですけど、やはり壊れてしまうみたいなんですよ。そして原因を探ったらゴーレムを1マス上に上げることで解決できるんではないかという結論に至りました。ただですね、このゴーレムを1マス上に上げるだけでもなかなか大変なんですよ。ウィザーはねずっとゴーレムをターゲットしてて、もしゴーレムが死んでしまったりとかどっか行ってしまったりするとウィザーが一体脱走して、それの連鎖で全てのウィザーが解放されてしまうんですよね。なので慎重に慎重にゴーレムを1マスずつ上に上げていきました。それでもね何回か失敗してワールド戻したりしたんですけども、なんとか終わりましたね。これ以降今まで壊れてることはないんで大丈夫だと思います。でですね、今回作る蜂蜜製造機、蜂を1万9000匹使うんでめちゃめちゃ重いんですよ。なのでこのエンド本島からはかなり離して作ります。でまずはですね、このエンドゲートウェイあると思うんですけど、これのテレポート先を調整します。何を言ってるかちょっとわかんないと思うんですけども、普通はエンドゲートウェイにこのまま入ったら、適当なところにテレポートすると思うんですけども、これ実は若干調整できるんですよね。あまり詳しくは解説できませんが、こんな感じで特定の場所に橋を伸ばしていくとその場所にエンドポータルを出現させることができるみたいです。テレポート先となる場所で適当な場所にエンドストーンを置くと、一番最初にそのエンドゲートウェイに入った時にここに生成されるようになるって感じです。この方法を用いることによって周りに島が全くない状態でここに好き勝手作ることができます。今回蜂蜜製造機を作る場所はここになります。でここを一旦仮拠点にするので、一番下に黒曜石敷いて上にかぼちゃでカバーしてアイテムをここに移動させていきます。ついでにこのエンドゲートウェイポータルも岩盤邪魔なので岩盤も壊していきます。はい、これで簡単に出入りできるようになりましたね。残りの養蜂箱なども移動していきます。はい、これで全てのアイテムの移動が完了しましたね。ではいよいよ蜂蜜製造機作っていきます。これで1層目完了です。結構ね今回の回路ギチギチに詰まってるんで回路の密度が高いですね。でかまどとかピストンとかね若干置きづらいんですよね。このかまどに関してはコンパレータのこの側面にねエイム合わせておかなきゃいけないのと、ピストンはね下向きに置かないといけないんで、ここら辺に結構時間取られましたね。ではこの後もどんどん作っていきます。これで5層目まで完了しました。ここまで来るのに3時間くらいかかったんですけども、実はこれまだ4分の1しか終わっていません。つまりはですね、これを20層作ります。とりあえずあと5層作っていきます。はい、これで10層分完成ですね。これはあともう一回繰り返すだけなんですけども、今度は反対側に作ります。もうすでにねちょっと下にあるんですけども、ここにまた同じく10層分作っていきます。
はい、これで20層分すべて完了しました。見た目としてはもうすでにごついんですけども、まだね、作るものがあるんですよ。これ今設置した部分ってのは、蜂蜜製造機の部分なんですよ。この装置もう一つ、ハニカム製造機もくっついてるんで、ついでにですね、この装置と装置の間にちょっとスペースあるので、そこにハニカム製造機作っていきます。はい、これで完成ですね。そしてそのハニカム製造機作ってる間に、このかまどにハサミを入れるっていう作業を繰り返していました。このかまどはですね、養蜂箱と同じ数あるんですよ。つまり6300個近くあるので、人数はある程度いましたけども、それでもかなり時間がかかりました。そして次はですね、装置に置きミスがないかどうかチェックしていきます。この装置の規模なんで、まあまあ置きミスとかはありましたね。それを一個一個ちゃんと修復していきます。これである程度装置の修復は終わりました。そしたらですね、今度は養蜂箱を入れていきます。この養蜂箱を入れるのがね、ちょっと癖者で、向きを揃えなきゃいけなかったり、養蜂箱って蜂が入ってるとスタックできないんで、こんな感じでシュルカーボックスから取り出して置いての繰り返しになります。それを6000個分近くやらなきゃいけません。さらにはですね、この端っこに粘着ピストンがあるんですけど、この周りにブロックを置くとほぼ全ての蜂が解放されるっていう、最悪なことが起きてしまいます。そうならないようにね、注意しなきゃいけないんですけど、一回私はですね、このピストンを動かしてしまい、大量の蜂が放出されてしまいました。ちょうど10分前にですね、バックアップ取ったんで、なんとか戻せたんですけど、危うく取り返しのつかないことになりそうでした。こういうね、大規模系の装置とか作るときは絶対にバックアップ取っておいた方がいいです。これをなしでやるのはもう無謀と言っても過言ではないです。で、蜂の設置も終わったので、最後にガラス瓶入れていきます。このガラス瓶もですね、25万入れたんですけども、それでもまだ地味に足りないということで、どんだけガラス瓶使うのかっていう話ですよね。最低限動かせる分は溜まったんで、とりあえずはこれで様子見します。装置本体はこれで完成しました。では最後にですね、この装置の外装を一気に作っていきます。はい、これで完成しました。いやー、めちゃめちゃすごいですね、この外装。蜂蜜製造機ということもあって養蜂箱を作りました。そして周りにはちょっと蜂が飛んでるって感じですね。では最後にいよいよ装置動かしていきます。この装置完成するまでにたくさんの方の努力が詰まってるので、できた時はかなりの達成感がありましたね。ここのレバーを引くと装置が起動します。そして起動すると信号が伝わって蜂が12匹ずつ解放されていきます。そしてこの連鎖がずっと永遠に繰り返されるんですよね。そしてある程度信号が進むと今度はハニカム製造機も動き始めます。そして今回も MSPT50 近くを攻めていてかなりの効率が出ています。蜂蜜入りの瓶が毎時77,000、ハニカムが毎時1万です。蜂蜜入りの瓶に関してはシルカーボックスに詰めても1時間に178個も手に入るんですよ。蜂蜜ブロックにしたとしても1時間でシルカーボックス11個分も手に入ります。いや、これはとんでもないものを作ってしまいましたね。そしてやはり外装もすごくてパッと見サイズ感分かりづらいと思うんですけど、エンド本島と比べるとこんな感じになります。ということで今回は19,000匹の蜂を使った蜂蜜製造機作ってみました。この蜂蜜製造機は見た目も中身も最高ということで作ってよかったです。それではまた。